こんにちは。8月も終わってもうあっという間に9月になりました。で、朝と夜は気温が結構下がって風が心地いい日もあって、もう気分は秋なんですけど、なかなか日中はまだまだ暑い日が続いてますね。で、9月は、文学界新人賞の応募締め切りがあるので、そちらに向けて間に合うように毎日書いてるような状況です。で、ここ最近書く習慣がついてきたので、今回の応募が終わったらまた来年に向けて書いていきたいなと思っているところです。で、そうですね、少し話がそれましたが、9月の購入本の紹介をしていきたいと思います。9月は、こちらの4冊を購入しました。それでは順番に9月の購入本を紹介していきたいと思います。まず1冊目が浅井亮さんの In the Mega Church です。こちらは視聴者の方から7月くらいに浅井亮さんの新刊が出るらしいということを教えてもらって知ってた一冊です。で、今年読んだ浅井亮さんの生殖記もかなり好きだったので楽しみにしてました。では紹介文を読んでみます。沈みゆく列島で界隈は沸騰する。あるアイドルグループの運営に参画することになった家族と離れて暮らす男。内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる心労を癒したい大学生。仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側、世代も立場も異なる3つの視点から人の心を動かす物語の功罪をあぶり出す。神がいないこの国で人を操るには物語を使うのが一番いいんですよ。ということで、少し前ですかね。個人的にもストーリーテリング、あとナラティブ、物語思考なんていうワードが気になっていて、そのあたりとも関わってくる小説なのかなっていう印象ですね。で、一時期ストーリーテリングとか物語思考関連の書籍を読もうかなと思って調べてる時があって、で結構 Amazon の買い物カゴに入れっぱなしになってる本が数冊あるんで、この辺も多分合わせて読むの良さそうな気がしてます。で結構この本もそのあたりの本買うと金額が結構いっちゃうので、とりあえず保留しているような状況ですが、とりあえずこの浅井亮さんの新刊早めに読みたいなと思ってます。続いてが田中伸也さんの孤独に生きよ逃げるが勝ちの思考です。こちらは YouTube のリハックに田中伸也さんが出てる回があって、それを見たのがきっかけで購入しました。で、田中伸也さんの作品で言うと芥川賞受賞作の共食いと、あと完全犯罪の恋は読んだことがあります。で、やっぱり田中伸也さんっていうと芥川賞を取った時の記者会見の印象がとても強い方ですね。はい。で、それでは紹介文を読んでいきます。作家デビューまで突き通した15年間の引きこもり、つるまず、群れず、自分を失わず、孤高の芥川賞作家による反時代的幸福論。疲れ果て思考停止に陥ってないだろうか。それは死んでいるも同然だ。世間の奴隷である。打開策は一つ。死の後の言わず、現状から逃げろ。PC、スマホを持たず、ネットとも無縁。鉛筆を手にひたすら原稿用紙に向かう日々。アナログすぎる。それでもいいのだ。非効率の中にこそ生きる実感がある。ということで、この最後の非効率の中にこそ生きる実感があるっていいですよね。なんか AI の進化もそうなんですけど、最近最近じゃないか。コスパとかタイパとか、そういった物差しで物事を何でも測ってしまう傾向がある世の中で、なんかこの本は大切なことに気づかせてくれそうな気もしています。
で、あと、リハックの動画を見るまで全然知らなかったんですけど、ここにも書いてますけど、田中伸也さんってスマホも持ってなければネットも使ってないんですね。で、原稿用紙も鉛筆で書いてるらしくて、で、それを知ってすごい興味が出てきたっていうのもあるのと、あと本のテーマももちろん気になるのですけど、あとそのリハックの動画の中で田中伸也さんの話す姿勢、とても丁寧に言葉を選んでいる感じがすごい印象的で、どういったことがこの本に書かれてるのかなっていうので読みたくなったっていうのもありました。なので、すごい楽しみな一冊です。続いてがエリン・ M ・プッシュマンの創作者のための読書術、読む力と書く力を養う10のレッスンです。これは X でたまたま見かけて気になって衝動的に購入した一冊です。もう見ただけで購入決定なタイトルでした。この一冊で読む力と書く力がつくなんてちょっとお得かなっていう感じですね。では紹介文読んでみます。優れた作家になるための第一歩は優れた読書家になること。プロの書き手が行っている分析的読み方を学ぶことで自分の作品を書き出す一歩が見つかり、さらに書き手としてのスキルを高めることができる。そんな書くための学びとなる読書術を徹底伝授。ジャンル、ナラティブアーク、キャラクター造形、語りの視点など、執筆術の使われ方を紐解きながら、現代の小説やノンフィクション、詩、SNS、ブログなどの豊富な引用例を繰り返し読むことで、創作に役立つ効果的な読み方、精読が自然と身につく一冊。ということで、少し前から小説の執筆に挑戦するようになって、実感として読むことと書くことって結構つながってるっていう感覚があって、そうですね。なので普段小説を読むときにもっと深く読めるようになりたいなという気持ちはありました。で、特に文庫の最後にある解説とか読んでると、やっぱり作家さんって読む時の解像度が違うんだろうなっていう気がしていたので、この本を通してそのプロの書き手が行っている分析的読み方っていうのを学びたいなと思ってます。9月の購入本最後がグレゴリー・ケズナジャットさんの言葉のトランジットです。前回の芥川賞候補作だったトラジェクトリーの作者であるグレゴリー・ケズナジャットさんのエッセイ集です。では紹介文読んでいきます。言葉と世界は再発見に満ちている。旅に出かけ見えてきた景色。2つのレンズを使って英語と日本語の間を行き来する芥川賞候補作家の初のエッセイ集。ということで、グレゴリー・ケズナジャットさんは、トラジェクトリーを初めて読んで知ったんですけど、結構このトラジェクトリーが好みの小説だったので、他の小説も読みたいなと思ってました。で、あと母国語は英語なのに日本語で小説書いてるのって単純にすごいなって思ってたんですけど、あとそれと同時に日本語で創作する彼にしか見えない風景っていうのもかなりあるんじゃないかなと思うんですよね。で、ちょうどエッセイが出るっていうタイミングもあって、そのあたりのこともこのエッセイを通して知れるんじゃないかっていうのがあって、小説より先に読みたくなって購入した感じです。で、結構最近エッセイのストックも溜まってきてるので、結構早めに読みたい一冊だなと思ってます。ということで、9月は合計4冊で金額としては約8000円ぐらいの購入でした。小説が1冊だけだったのは結構珍しいかもですね。小説の積読は結構たくさんあるので、これはこれでいいかなといったところです。で、あとやっぱり最近今この瞬間に興味関心があるもの、本を買っていくのがすごい大切だなって気がしてます。ただ
買う本の量に対して読むのが追いついてないような状況は引き続きあるので、このままのペースで本を買い続けると、積読が大変なことになりそうです。なので、もっと読む時間が欲しいと思う今日この頃です。ということで、以上9月の購入本の紹介でした。